今回は前回上げたモダン流の勝ち動画の解説よ。極端な勝ち方なので、全てが参考にはならないと思うけども、どういった攻めがあると便利なのかと、対の選択肢の概念が伝われば嬉しいわ。ちょくちょく止めながら解説するけども、わからない部分などがあったらコメントをちょうだいね。流れを切らず見たい場合は、前回の動画を見てね。では見ていきましょう。モダン流のかゆいところの一つね。モダンはしゃがみ弱攻撃で小足が出るから、インパクトに対して小足からのキャンセルでインパクトを返せないの。アシスト弱か他のキャンセル可能技なら返せた展開ね。小技を使うにしても拉致小パンチにしなかったこちらのミスね。画面端が苦しい。ジュリの攻めは特に苛烈ね。どこかで割り切ってボタンを押すか、ぶっ放す勇気が必要。ラッキーインパクト。良い子はあまり真似しないでね。よく見てるわね。中距離の上はガンミかしら。ここの電人連機は人読みね。何戦かやってる人なのだけど、基本的には待ち気味だったから、波動拳に対してアクションが薄い人にはさっさと電人連機をするわ。手前で波動拳がヒットしてたからためやすい状況ではあったけど、それでもドライブラッシュからやられてしまうのでこれはただのぶっぱよ。体力状況もきつかったので、ワンチャンスで打った行動なのは明記しておくわ。ワンチャンス、来たわね。これは相手のミスね。こちらの電人連機が見えてたからしゃがみ中足で攻撃してきたけど、残念ながら届かなかったわ。そこにこちらの大胸、破傷撃がヒットし、竜巻で追撃して相手を運んだ形ね。ここで意識したいのは自分のリソース状況ね。ドライブゲージはマックス、SA ゲージも2ゲージ、いける可能性はあるわね。今の一連の流れも見返してみましょう。ワンチャンスの状況を生かすためにドライブラッシュで攻めを継続。相手はしっかりボタンを押してたわ。でも相打ちだったわね。こちらも負けじとボタンをこする。このジャンプは正直甘いね。良くない行動だったわ。めくってしまうので自分から画面端を背負ってしまうわ。ピンチの時こそ冷静になりたいわね。投げ読みの読みでバクステで投げをつったけど、相手はなぜかコパン暴れだったわ。このコパンは何を読んでの行動なのかは私にはわからないわ。大パンはガードされたけど、攻めを止めたら負けるのでラッシュで継続。今度の投げは通ったわね。後ろ投げの後は有利とはいえ距離が離れているので、こちらの攻めは一旦終わったわ。相手はガードしてもダメなインパクトが一番怖いと思うから、こちらとしては歩いて投げるか、打撃を当てたいわね。迷いのない前飛び。その迷いのなさは見逃しちゃうわ。モダンでなければね。と、振り返り煽りしたけども、ここの状況の前飛びは私もするわ。私がインパクトを選んでいた場合はこの時点でラウンドを取られていたわ。飛ぶことも若干頭に入っていたし、こういう状況こそワンボタン対空の真骨頂なので、きっちり落としたわ。でもね、誤算があって、これで勝ったと思ったのよ。若干残ったわ。モダンでした。すいませんでした。あそこで正規入力をする技術はまだ私にはなかったわ。あとはもう一発どちらが入れるでしょうな状況ね。波動拳が噛み合ってラウンド戦士ね。これは相手は悪くないわ。飛び道具の強さが出たってところね。ラウンド2、ラウンドを取られるにしても SA は使わせたいの。このインパクトは何読みだったのかしら。風波見てからの波動読み。最近ちょっと流行ってる置き攻めインパクトね。竜はコンボを竜巻締めからビアルキーインパクトで良い感じに重なるわ。唐突な置き攻めインパクトはまだみんな慣れてないから結構当たってくれるわね。竜巻の後の状況は波動拳重ねや前ステップ、あとは前飛びも見ないといけないから選択肢としては結構散らせてると思うわ。竜巻からだと重ねやすいから置き攻めに困ってるプレイヤーさんは練習してみてね。コパンにパニッシュカウンターしてるけど、このバクステ大パンは投げ外し読みだったのよね。
ジュリはあんまり強くないわよ。リバサコパン。バーンアウト上等のラスコンボね。バーンアウトしてまでダメージを伸ばした理由は、あと一発までの体力状況にできることと、ジュリがこの状況から逆転するのは SA3 を使わざるを得ないためね。仮に逆転されたとしても向こうにゲージは残らないでこちらのゲージが増えてるだろうし、何より勝ちが近いため一気にいったわ。格闘ゲームの理論なんて結果論だから、これも一つの結果でしかないんだけど、防御が適当だとね、ランクが下の相手にでもこういった一方的な試合にされてしまう可能性があるの。複数回勝負のうちの1敗なんて気にしすぎる必要はないけど、負け方でモチベを下げる人は自身の行動の理論を掘り返してみてね。言い訳できないほどひどい行動をとってる時ってあるわよ。もちろん私もね。では次の試合を見ていきましょう。開幕の前飛びに反応できないどころかすくらい適当すぎるわねこのモダン流。すいませんでした。ダッシュからの速ドライブインパクト強いですよね。モダンなめんなよ。リバーサル絶対何かしら動いてるわねこのモダンなめんなよ。振り向き入力なんてしなくても対空出せるんだからな。こっちは相手がリバサガード選ばなかっただけの試合なので次に行きましょう。画面中央の風水エンジンコンボ難しいわよね。このオーバードライブ昇竜拳はただのぶっ放しなのだけども、風水エンジン発動中のジュリの攻撃は連続で出せるだけであって有利不利は変わってないの。だから台と台の間とか風波のタイミングとかで割れるポイントがあったりするわ。まあどこで止めるかは相手の任意だからあんまりおすすめしないけど、ただ風水エンジン中はゲージの上昇が止まるため、風水エンジン中にダメージを入れられたらアドバンテージがすごいわよ。昇竜拳をぶっ放した後に波動拳を置いておき、有利フレームを生かした電陣連機。置き攻めは捨てるけども、おそらくこの遠距離状況でジュリが電陣連機を止める手段はないのではないかと思うわ。多分大凶電陣連機破衝撃の入れ込みね。大パンが当たってればコンボになってたし、ガードされてても有利なので攻めは継続。電陣連機はストックが一つだけだけど5所を大事に取っておいても仕方ないので使えるところでガンガン使うのをおすすめするわ。この飛びは対空取らないとダメね。反省。相手は対空お上手。悔しい。ここの後ろ投げはこっちが謝らないといけない案件ね。一応こちらの言い分は投げ抜けだから相手のミスといえばミスだけど、おそらく普段の相手はリバサ昇竜とか色々やってくるのが相手なんでしょうね。リバサで暴れるばかりが格闘ゲームではないのは強く言いたいわね。ラッキーインパクト。一応申し上げておくと、スタンの後の前歩きは煽りじゃないわよ。ドライブゲージを回復させるためのフレーム消費ね。ただミスではあるわね。電陣連機をやるべきだったわ。すいませんでした。ここのフルコン選択は1試合目と同じ理由ね。もうすぐ勝てるかもしれない。だから行く。でもこっちの体力低いからやらない方が良かったと思うわ。すいませんでした。よく見てらっしゃる。ドライブ中段からのコンボミス。ラッキー。後ろ歩きはダメ。全体を通してリバーサルでよく動く人だったからこっちの攻撃がよく当たったのが勝因で、攻防が大雑把なゲームになりがちだから動くこと自体は間違ってないのだけど、やはりガードも混ざらないと攻め側も怖くはないわね。逆に勝率が安定しない人は自身の防御行動を見直してみてね。このゲームは基本的にガードする人には投げをするゲームよ。逆に言うと投げ間合いでなければプレッシャーは生まれないの。
だから勝ちが遠いと感じる人はまず自分が投げ間合いに入っていくことができているかどうかを見返してみてね。今回はモダン流の勝ち動画の解説だったわ。何かしらの参考になれば嬉しいけど、格闘ゲームはたくさんの試合を重ねて無駄を省いていくのが大切だから、この1、2試合を履修しても大きな進展はないわ。だからプロゲーマーの動画やこのチャンネルのような綺麗な試合ばかりでなく、自身の泥臭い試合やバトルハブなどの生の試合なども見るようにしてみてね。先の見えない生の試合への感情移入や自身のプレイを精査するのも立派なゲーム攻略よ。時間の許す限りは挑戦してみてね。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それほどでもないゲーマーチャンネル。